はい、皆さんこんにちは。今日はこちらの円卓なんですけど、これを使って、研磨した後にレジンでトップコートっていう様子をお見せしたいと思います。この後ですね、ペーパーで240番あたりから削っていって、大体なんですけど、400番ぐらいまで磨いていこうかなと思います。なんかね、海外の動画とかでこういう風な感じでレジンを乗せてトップコートしてる様子があると思うんですけど、果たしてあれがですね、固まった後とか固まる前に液をただバーってやってるだけなので、その後っていうのがなかなか動画内ではねないので、検証も含めたトップコートの様子をお見せしたいと思います。それでは早速研磨した後にトップコートを乗せていきます。はい、今180番でちょっと磨きました。240番って言ってたんですけど、ちょっと傷が深かったので180番で磨きました。で、視聴者さんで結構問い合わせが多いのが、この研磨した後にやっぱ傷がついて、番手を上げていってもこの傷が消えないっていうのが結構あったんですけど、ちょっと磨き方なのかなって正直思うんですけど、これはちょっとねもう分かんないです、僕には。なんですけど、一応僕らこう磨いてますよっていう参考の動きとして今回動画をちょっと載せていきたいと思います。ですね、使う番手なんですけど320番ですね。320番でちょっとね、この辺の今こういう感じなんですけど、削ったらどれぐらい透明度が出るかっていう感じでやっていきたいと思います。はい、という感じで磨いていきました。ちょっとね、粉を落としていきます。こんな感じですかね。こっち磨いてます。320で、こっち180のままです。なんでね、こういう細かい傷がこう消えるんですよね。で、結構やっぱ磨き方で全然変わってくるんで、やっぱ180番は粗いのでこういう風に白く残るんですけど、もうね全然違うっていうのが分かると思います。320で磨いたのがこっちですね。ほいで、こんな感じです。やっぱり磨き方と当て方で全然変わるので、皆さんもやっていってください。じゃあ引き続き磨いていきます。はい、今320まで研磨終わりました。で、ここからレジンでトップコートしていきたいと思います。だいたいこう質感なんですけど、だいたい質感としてはこんな感じですね。で、透明度は、結構今悪いですね。はい、はい、今裏面の下処理をしてるんですけど、トップコート、レジン液でやる場合こういう感じでね、僕ら裏面、マスキングテープを貼って、で、実際ここのね面をこれから液で流すんですけど、これ裏面ですね。液を垂れ流すとここから液が垂れて、ここにねレジンの雫がたまるので、こうもう一回ついちゃうと剥がれないので、こうやってマスキングテープをすれば最後にペロって剥がせばその雫きれいに取れるので、こういったね細かいですけどこういった作業をしてます。木の面はね削ればすぐいけるんで、今回はねレジンの面だけマスキングしてます。なのでぜひご参考ください。はい、それじゃあ先ほど研磨したこの円卓をですね、今回僕らのレジンを使って
トップコートしていきます。で、調合して、この後トップコート流していくんですけどですね、今回円卓なので僕ら枠を作った後にトップコートすることが多いんですけどいかんせんね、円の枠っていうのがもうないので、今回は垂れ流しでやっていこうと思います。海外の動画とか海外のアーティストさんとかでやってるパターンがこうね、垂れ流しでわーっとやってる様子があるんですけど、あれをですねちょっと再現してやっていきたいと思います。でその前に1点ちょっとしたコツなんですけど、とても寒い時期で1月入ってかなり、沖縄も寒くなってきてはいるんですけど、沖縄言うても本当に15度ぐらいなんで全然まだ暖かい方だと思うんですけど、レジン液、僕の動画で何回もここ最近言ってるんですけど、18度以下になると効果が進まないっていう現象があるので、この辺注意してください。なのでね、沖縄ではあるんですけど、この取材を僕事前に軽く湯煎で温めました。そうすると、なんて言ったらいいんだろう、気泡が出にくくなったり、効果不良の攪拌不足ですね、一番攪拌不足が効果不良の原因になるので、そういったものを防げるので、ぜひ皆さんねこういった技も覚えてください。じゃあ調合して早速流していきます。まずは取材からいきます。次、硬化剤。じゃあ攪拌していきます。はい、もう混ぜ終わりました。こんな感じです。で、これから、トップコートしていくんですけど、1点忘れちゃいけないレベル取りです。水平器を当てて水平かどうか確認して流していきます。こうやってね、しっかり水平かどうか当てて、こういう感じでね、上から覗いて、こんな感じです。大体合ってます。もっとね細かくやる必要があるんですけど、ちょっとね全体のバランスを見た時に、やっぱこの凹凸で水平、こっちはもう綺麗に取れてるんですけど、やっぱこっちだけちょっと傾いたりして、やっぱねなかなか全体を取るっていうのは難しいんですけど、ある程度水平必ず確認してください。じゃないとトップコートやっぱり液体なのでね傾いた方向に流れやすくなります。綺麗に乗らなくなるので、この点は絶対注意してください。じゃあやっていきます。はい、じゃあやっていきます。最初ね軽くこのはい、今全体のトップコートが終わったんですけど、こんな感じですね。多分全然違う。で、ちょっと足りない箇所が何箇所かあるので、今追加で作ったのでそれを流していきます。細かいけどこういう横を塗っていきます。トップコートをして大体なんですけど30時間ぐらい経ちました。結構綺麗ですね。でまだちょっとね乾いてなくて、全然触れるんですけど、全然完全効果とはいかないので、明日まで様子見たいと思います。はい、最初レジントップコートしてから24時間経過したらまだ固まってなかったんですけど、今48時間ぐらいですね、約2日ぐらい経ちました。
で見ての通りも硬化してこのような仕上がりですね。もうかなり綺麗なトップコートの仕上がりになっております。もうね本当にツルピカになったので、これでトップコート仕上げっていう流れになります。こちらアップの様子です。こんな感じですね。でも透明度わかるかな。こっち裏面削ってるんで白っぽくなってるんですけど、かなり綺麗ですね。でこんな感じですね。表面なんかちょっとやっぱ光の当て具合でこの辺とか分かりますかね。こうちょっとねポツポツとへこみはあるんですけど、まあ綺麗なトップコート仕上げかなって思います。はい、僕らのトップコートの様子と、あとは駅の紹介になりました。ご視聴ありがとうございます。